レゾナンス版デミレオン。丘の上の冬季夕げ。第1章。6時14分のキロ。急がなければならなかった。そのことだけが、男の頭の中にあった。列車が駅へ入ってくる音も、ホームの反対側で笑う、女学生たちの声も、駅員が鳴らした笛も、列車の扉が閉まる音も、男の耳には遠かった。聞こえていないわけではない。ただ、それらの音はすべて、理由もなく、しかし脅迫のように胸の奥から迫ってくる、一つの考えに押しのけられていた。帰らなければならない。丘の上に、館が見えていた。線路の向こうには、濃い緑に覆われた急な斜面があった。いつの頃からか張られた架線が空を斜めに横切り、鉄骨の支柱が視界を細かく区切っている。その間から、黒っぽい塔屋の屋根と、赤茶色の鎧戸を持つ縦長の2階窓が、夕方の光を受けて浮かんでいた。男が初めてこの駅を使った頃、あの斜面の前にこんな鉄の線はなかった。列車の後には煤の匂いが残り、ホームの屋根の下には、蒸気の白さがしばらく漂っていた。だが、館だけは今も変わらずそこに見えた。駅のホームから見ると、館はすぐそこにあるようだった。駅を出て、坂を上がり、石垣に沿って右へ折れれば、10分もかからず着くはずだった。男は懐中時計を見た。6時14分。遅い。遅すぎる。妻はもう食堂のランプに火を入れている頃だ。長女はピアノの蓋を閉め、下の子は庭から戻るように叱られているはずだった。夕食の前に、男が書斎へカバンを置く。その後、食堂へ降りる。そういう順序になっていた。その順序を乱してはいけない。理由があったわけではない。妻や子供たちに、どのような危機が迫っているのかと人に聞かれたら、明確に答えられない。それでも男には、自分が帰らなければ、家の中の明かりが一つずつ消えていくような気がしていた。食堂のランプも、ピアノの音も、庭から戻る子供の足音も、自分が扉を開けるまで、どこか不安定なまま待っている。そういう気がしてならなかった。その不安と焦燥は、切実に男の胸にあった。男は取り乱してはいなかった。声も荒げなかった。ただ、家族のために急いで帰らなければならない、という考えだけがあった。彼は帽子を押さえ、カバンを持ち直した。列車を降りる人々の流れに紛れて、プラットフォームから駅舎へ向かう。改札の手前で切符を出そうとして、指先が一瞬こわばった。切符が見つからない。街灯の内ポケットにも、上着の胸ポケットにもない。男に悪意はなかったが、他の降車客たちの流れに押し出されるように、彼は切符を提示しないまま改札の外へ出てしまった。だが、駅員は何も言わなかった。男が通ると、改札の前の空気が少しだけ冷たくなった。男自身はそれに気づかなかった。急いでいたからである。駅前に出ると、石畳の小さな広場があった。広場の向こうには坂があり、その坂の上に、丘へ続く道がある。男は広場を横切った。その時、駅前の案内板が目に入った。旧、林田亭。徒歩8分。公開時間、10時から17時。月曜休館。目に入ってはいたが、実際には男はそれを読んではいなかった。彼は坂へ向かった。角のパン屋の前を過ぎる。青い窓枠の家の前を過ぎる。石段へ差し掛かる。3段目で、風が吹いた。強い風ではなかった。けれど男は、なぜか足を止めた。上を見た。館の全体は木々に隠れていた。だが、黒っぽい塔屋の屋根と、赤茶色の鎧戸を持つ2階窓のあたりだけは、枝葉の隙間からわずかに見えた。早く帰らなければならなかった。妻が待っている。子供たちも待っている。男はまた歩き出した。次の瞬間、列車が駅へ入ってきた。男は、またホームにいた。同じ6時14分が、また始まっていた。急がなければならなかった。そのことだけが、男の頭の中にあった。列車が駅へ入ってくる音も、ホームの反対側で笑う、女学生たちの声も、駅員が鳴らした笛も、列車の扉が閉まる音も、男の耳には遠かった。聞こえていないわけではない。ただ、それらの音はすべて、理由もなく、しかし脅迫のように胸の奥から迫ってくる、
一つの考えに押しのけられていた。家族のもとへ帰らなければならない。丘の上に館が見えていた。線路の向こう、緑の斜面の上に館はまだ見えていた。架線がその姿を斜めに切り、鉄骨の支柱が2階窓の一部を隠している。けれど男には、その先に何があるか分かっていた。黒っぽい塔屋の屋根、赤茶色の鎧戸、夕方の光を受ける2階の窓。男は懐中時計を見た。6時14分。男は取り乱してはいなかった。声も荒げなかった。ただ、帰らなければならない、という考えだけが、何年も、何十年も摩耗せずに残っていた。彼は帽子を押さえ、カバンを持ち直した。改札には、もう切符を切るハサミの音はなかった。かつて駅舎に染みついていたすすと油の匂いも薄くなっていた。人々は立ち止まることもなく、低い仕切りの間を、慣れた様子で通り抜けていく。男はそれを見なかった。急いでいたからである。駅前の広場に出る。そこには、前にはなかった花屋があり、前にはなかった自動車があり、前にはなかった観光案内所があった。だが、丘の上の館だけは、前と同じ夕方の光の中に浮かんでいた。妻は、食堂のランプに火を入れている頃だ。長女は、ピアノの蓋を閉める頃だ。下の子は、庭から戻るように叱られている頃だ。その夕方だけが、何度季節が変わっても終わらなかった。男は坂へ向かった。角のパン屋の前を過ぎる。青い窓枠の家の前を過ぎる。石段へ差し掛かる。3段目で、風が吹く。館の全体は木々に隠れていた。だが、黒っぽい塔屋の屋根と、赤茶色の鎧戸を持つ2階窓のあたりだけは、枝葉の隙間からわずかに見えた。男はその形を時々確かめつつ、坂を急いだ。早く帰らなければならなかった。次の瞬間、列車が駅へ入ってきた。男は、またホームにいた。同じ6時14分が、また始まっていた。急がなければならなかった。駅。6時14分。丘の上の館。その館の閉館時刻を告げる小さな札。男はその札を見なかった。あそこは家なのだから、閉まるはずがなかった。第2章、踊り場の少女。その日、ホームの端に少女がいた。男が彼女に気づいたのは、列車が去った後だった。線路の上に残った金属の匂いと、夕方の冷え始めた空気の中で、少女はホームに据え付けられた古い木のベンチに腰掛けていた。紫の長い髪、金色の目、濃い青とも、深い紫ともつかない衣装。肩のあたりから白いリボンのようなものが静かに垂れている。風はなかった。それなのに、彼女の髪と肩のその白いものだけが、わずかに揺れていた。少女は男を見ていた。男は、その視線に少しだけ困惑した。自分を見ている者がいるということ自体が、ひどく久しぶりのような気がしたからである。だが、そんなことを気にしている暇はなかった。帰らなければならない。男は帽子を押さえ、カバンを持ち直した。そんなに、急ぐの？少女が言った。声は小さかった。だが、男の耳にははっきり届いた。家族が待っている。男は答えた。自分でも、なぜ見知らぬ少女に返事をしたのかわからなかった。いつもなら、誰か見知らぬ人物から話しかけられても、反応を返さないか、手よく軽い会釈だけして通り過ぎることしかしない。だがその少女の声には、足を止めるほどではないが、返事をしないまま行くこともできないような響きがあった。その家には、奥様がいるのね。ああ、そうだよ。可愛らしい子供たちもいるかしら。2人いるんだ。上は娘で、下は男の子だ。そう。少女は、特に驚いた様子もなくうなずいた。それなら、急がないといけないわね。男は彼女を見た。からかわれたようには聞こえなかった。慰められたようにも聞こえなかった。ただ、彼女は事実を確認しただけのようだった。男は改札へ向かった。少女からは、それ以上声は聞こえなかった。駅舎を出ると、男はもう彼女のことを忘れかけていた。丘の上の館が見えたからである。白い壁、赤茶色の屋根、2階の窓。妻は、食堂のランプに火を入れている頃だ。男は坂へ向かった。角のパン屋の前を過ぎる。
青い窓枠の家の前を過ぎる。石段へ差し掛かる。坂道は、駅から見上げた時よりもずっと湿っていた。石垣は苔むし、斜面の草は低いところから高いところへ、波のように生い茂っている。木々の枝は道の上へ張り出し、見上げる空をところどころ細く区切っていた。館は見えている。けれど、見えているのは屋根の一部や、白い壁の端や、木々の奥で一瞬光る窓だけだった。10段目あたりで、風が吹いた。男は足を止めた。石段の上、少し先の踊り場に、先ほどの少女が立っていた。いつの間に来たのか、わからなかった。男は、少し息を乱していた。少女は乱していなかった。急いだ様子もなかった。彼女は手すりのそばに立ち、丘の上の館ではなく、下の駅の方を眺めていた。少女が先回りしたように行く手に立っていることに、男はさほど驚かなかった。それより先に、いつもと違うことに気づいていたからだ。駅へ、振り出しのように、戻っていない。そういえば駅から家へ向かおうとした中で、石段の先の踊り場まで来たことが、この何十年の間に一度でもあっただろうか。男は、少女の姿よりも、そのことにこそ驚いていた。駅から家へ向かおうとするたび、いつもどこかで列車の音に引き戻された。今日は、それが起こっていない。あなたの家は、あそこなのね。少女は言った。ああ、そうだよ。毎日、そこへ帰るの？もちろんだとも。男は少し怪訝に思った。毎日家へ帰ることが、どうして質問になるのか。仕事が終われば、駅に着く。駅に着けば、坂を登る。坂を登れば、家に帰る。それは暮らしの形そのものであって、改めて問われるようなことではなかった。奥様は、どんな人かしら？少女が言った。男は、すぐには答えなかった。急がなければならない。そんな話をしている場合ではない。だが、妻のことを聞かれると、彼の中の焦りは一瞬だけ輪郭を変えた。焦りの奥に、柔らかい明かりのようなものが灯った。よく、笑う人だ。男は言った。でも、大きな声では笑わない。食卓で子供たちがふざけると、叱ろうとして、でも先に自分が笑ってしまう。そういう人だ。そう。食堂のランプはいつも妻がつける。私は帰ったら書斎にカバンを置く。それから食堂へ降りる。あの家の食堂は西の窓が少し高くて、夕方になると庭の木の影が壁に映るんだ。男はそこまで話して、自分が足を止めていたことに気づいた。いけない。急がなければならない。彼は石段を上がった。少女はそこに残った。次の角を曲がると、また彼女がいた。今度は坂道の途中にある古い石垣の前だった。ツタが絡まり、その上に立つ小さな街灯が、まだ灯るには早い夕方の光の中で白く濁っている。少女は、その街灯の下に立っていた。男を待っていたのではない。少女は最初からその場所にいて、街灯や石垣と同じように、坂道の風景に含まれていた。そこへ、男の方が遅れて入り込んできたように見えた。お嬢さんは、ピアノを弾くのね。少女が言った。男は驚いた。なぜ知っている？あなたの中で、今、ピアノの蓋の音がしたから。少女は答えた。男には、その答えの意味がわからなかった。だが不思議と、それ以上問いただす気にならなかった。長女は、あまりピアノは上手ではない。ナンネルの音楽帳と、バッハの商品ばかり弾いている。男は言った。でも、弾き終わると必ずこちらを見る。褒めてほしいわけではないというが、褒めてやると機嫌が良くなる。下のお子さんは？庭にばかりいる。虫でも、石でも、枝でも、何でも気になったものは家の中に運んでくる。妻はいつも困っているが、私は。男は、そこで少し口をつぐんだ。私は、それが好きだった。そう言おうとして、なぜか言葉が喉の奥で止まった。好きだった。なぜそういう言い方になったのか、男にはわからなかった。急がなければならない。彼はまた歩き出した。少女を後に残して。しかし、少女は次の曲がり角にいた。その次の階段の踊り場にもいた。古い庭園の入り口にもいた。
男が見上げたり、振り返るたび、彼女は少し離れた場所に立っていた。先回りしているようにも、男が彼女のいる場所へ何度も戻されているようにも見えた。やがて、丘の上の門が見えた。男は息を飲んだ。彼の館の門だった。黒い鉄柵、両側の石柱、古い門塔、庭へ続く道。門の向こうには、低く刈られた生垣が、イタリア式の小さなパルテールを作っていた。ビラデステの庭を家庭用に縮めたような、つつましい幾何学の奥に、白い壁の館が見えている。駅から見えていたのは、この館のほんの一部に過ぎなかった。黒っぽい塔屋の屋根、赤茶色の鎧戸、縦長の窓、庭の緑に囲まれたその姿は、男の記憶よりも少し明るく、少しだけ遠く見えた。ようやくだ。ようやく着いた。男は門へ近づいた。そこにも、少女が立っていた。門は閉まっていなかった。だが、門中には小さな札がかけられていた。旧、林伝亭。本日の公開は終了しました。男はその文字を読んだ。今度は、読んだ。公開、本日の。男はつぶやいた。少女は答えなかった。門の奥で、庭の木々が静かに揺れていた。第三章、順路のある家。館の玄関は、男の知っている玄関ではなかった。いや、形は同じだった。石の階段、重い扉、扉の両側の縦長の窓、真鍮の取っ手、玄関の上に張り出した小さなひさし、そこに彫られたブドウの葉の模様。すべて、男の知っているものだった。淡い緑色に塗られた窓枠と扉、白い壁、濃く艶のある木の床、玄関の踏み込みには、赤土色と黒と生成りの、ミントン風の円光スティックタイルが敷かれていた。そこまでは、男の記憶とほとんど同じだった。だが、そこには見覚えのないものも置かれていた。入り口の横に、木製の受付台がある。わずかばかりの額を求める小さな料金表がある。パンフレットがある。傘立てがある。床には、靴の裏を拭くための新しいマットが敷かれている。壁には、館の遠隔を記した額がかかっていた。男は足を止めた。これは、私の家だ。彼はやや大きな声で言った。その声に応えるためであるかのように、サングレスはいつの間にか玄関ホールの奥に立っていた。ええ、あなたの家よ。サングレスは静かな声で告げた。では、これは何だ？男は両手を広げて尋ねた。今の、あなたの家。男は眉を潜めた。意味がわからなかった。玄関ホールの正面には、かつて大きな花瓶が置かれていた。妻が季節ごとに花を変えていた場所である。今はそこに、館内順路を示す小さな板が立っていた。順路1。玄関ホール、娯楽室、同級室、使用人部屋、食堂、居間。順路2。中央階段、書斎、子供部屋、寝室、2階廊下、展望室。男はその案内板を見た。順路。声に出すと、その言葉は奇妙に冷たかった。家に順路などない。自分の家の中を、順路を決めてみて回る者などいない。食堂へ行きたいときは食堂へ行く。書斎へ行きたいときは書斎へ行く。子供部屋へは、子供たちの声がうるさければ行く。夜に寝室へ上がる。朝に降りる。家とはそういうものだった。男は食堂へ向かった。扉は開いていた。食堂は、そこにあった。長いテーブル。壁際の食器棚。西の高い窓。暖炉。食卓の端には、クララがいつも座っていた。トーネットの曲げキースに似た。背の曲線の柔らかい椅子がある。子供たちがよく取り合った窓際の席。淡い緑色に塗られた窓枠。白い壁。濃い木の床。西の高い窓から差す光が、テーブルクロスの端と床板の上に、窓枠の形を落としていた。食器棚には、クリーム色の皿と、淡い青のウェッジウッドのジャスパーウェアが並んでいた。白い浮き彫りの人物たちは、古い神話の一場面を、夕げの後に残った静けさの中へ閉じ込めているようだった。男は、ほんの一瞬、自分は帰ってきたのだと思った。ここだ。ここは、確かに私の家だ。だが、
テーブルの周りには細いロープが張られていた。椅子には座れないようになっていた。食器棚の前には説明札があり、そこには、当時の食卓風景を伝える貴重な家具類、と書かれていた。当時、男はその言葉を見た。食堂のランプは灯っていなかった。夕方なのに、妻はランプに火を灯していなかった。男はロープの前に立ち、椅子を見た。妻の席だ。彼は言った。サングレスは食堂の入り口に立っていた。なぜ座れないようにしている？壊れないように。椅子は座るためのものだ。そうね。なら、なぜ？もう、誰もここで夕食を取らないから。男は振り返った。少女は少しも残酷な顔をしていなかった。優しい顔でもなかった。ただ、食堂に置かれた古い椅子を見るのと同じ目で、この部屋ではもう誰も夕食を取らないということを見ていた。男は2階の書斎へ向かった。中央階段を上がる足取りは、早歩きというよりも、もはや小走りに近かった。書斎も残っていた。机、革張りの椅子、本棚、窓のそばの小さなテーブル、書類を入れていた引き出し、暖炉の上には家族写真が飾られていた。男は写真に近づいた。妻がいる。長女がいる。下の子がいる。自分もいる。写真の中の男は、今の自分より少し若く見えた。だが、確かに自分だった。妻は白い服を着ていた。長女は椅子の背に手を置き、下の子はじっとしているのが苦手だったのか、少し体を傾けている。男は写真に手を伸ばした。指先はガラスに触れなかった。男は手を下ろした。写真の横に小さな説明札があった。旧、リンデン邸。エデュアルト・リンデン。1869から1932。妻クララ。1872から1951。長女エリーゼ。1898から1977。長男ユリウス。1901から1984。男は文字を読んだ。ゆっくりと読んだ。エデュアルト・リンデン。自分の名だった。1869。それは彼が生まれた年だった。その自分の誕生年の横に記されているもう一つの数字。1932。男はしばらくその数字を見ていた。それが何を示す数字なのか、すぐにはわからなかった。自分の名前の横に終わりの年がある。その事実だけが説明札の上に静かに置かれていた。男は妻の名を見た。クララ。妻にも誕生年の横に記されているもう一つの数字がある。1951年。そう書かれている。自分の二つ目の数字から見れば、ずっと後の年だった。長女エリーゼ。終わりの年の数字。1977。長男ユリウス。終わりの年の数字。1984。男は息を吸った。息が胸に入らなかった。入ってこなかった。彼は初めて自分が息をしていないことに気づいた。第4章、穏やかな不在。2階の子供部屋には木馬が残っていた。下の子、ユリウスが好きだった木馬である。片方の耳が少し欠けている。男はその欠けた耳を覚えていた。ある冬の日、ユリウスが木馬を廊下まで引きずり出し、階段の手すりにぶつけて欠けさせたのだった。クララはユリウスを叱り、男は思わず笑ってしまった。ユリウスは木馬の耳が欠けたことと、母に叱られたこととで半泣きになり、エリーゼは少し離れたところから、その騒ぎを呆れたように見ていた。男は欠けた耳の木片を接着剤でくっつけ直したが、少しずれた位置で固まってしまった。それもユリウスが遊び続けているうちに、また取れてどこかへ行ってしまい、結局耳が欠けたままになった。その木馬の前にも、ロープが張られていた。説明札には、リンデン家の子供たちが使用した玩具とあった。男は、その札を見た。リンデン家の子供たち。まるで、彼らが最初から展示の中にいたような言い方だった。けれど、そこに悪意はなかった。木馬は捨てられていなかった。燃やされてもいなかった。誰かの手で磨かれ、欠けた耳はそのままで、静かに置かれていた。男は、木馬の前を離れた。
何かを探すように中央階段へ戻り、ふらふらと1階へ降りた。順路のためではなかった。今を見なければならない、という気がしたのである。今の奥には、古いベーゼンドルファーのアップライトピアノが置かれていた。黒ではなく、深く磨かれた焦げ茶の木肌をしていて、譜面台の左右には、燭台として使える細い金具が残っている。赤い布を張ったピアノ椅子は、長女には少し高すぎた。そのそばのガラスケースには、長女の楽譜が残されていた。表紙の端に、彼女の癖のある字で名前が書かれている。エリーゼ。少し背伸びをしたような筆跡だった。男はそれを覚えていた。彼女は、自分の字が子供っぽいことを気にして、わざと全体的に角度をつけていつも名前を書いていた。今の一隅には、小さな丸い絨毯が敷かれていた。その上に、ロッキングチェアが一脚置かれている。夕暮れが酔いへ移る頃の弱い光が窓から入り、背もたれの細い山を、床の上へ淡い島として落としていた。そばに置かれた小さなついたてには、ウィリアム・モリス風の草葉文様が繰り返されていた。葉は絡まりながら、どこにも行かず、ただ同じ緑の中で反復していた。男は、ロッキングチェアを見て足を止めた。クララが夜、この椅子で針仕事をしていたことがある。下の子は、そこへ勝手によじ登り、揺らしすぎて叱られた。エリーゼは、ピアノを弾き終えると、ロッキングチェアの背に片手をかけて、褒められるのを待っていた。だが今は、かつて家の者が揺らしていた気配だけをたたえて、そこに置かれていた。男は居間を出た。自分が何を確かめようとしているのか、もうよくわからなかった。ただ、足はもう一度、中央階段へ向かった。館の中は様変わりしていた。しかし、男は怒れなかった。家の中にあったものが、暮らしから切り離されている。生活の道具が展示物になっている。椅子に座れず、机に触れられず、子供部屋には子供の声ではなく、説明札だけが残っている。それなのに、すべてが大切にされていた。食器棚の皿は割れていない。食堂のクララの席だった椅子は傷まないように守られている。長女の楽譜は湿気を避けて保存されている。木馬の欠けた耳は欠けたまま残されている。ロッキングチェアはもう揺れないまま磨かれている。男は徐々に分かり始めた。ここにはもう誰も住んでいない。だが、ここで暮らした者たちがなかったことにされたわけでもない。階段の途中にかつて家族の肖像画がかかっていた。今もそこにあった。ただし、その下には説明文が添えられている。地元の市民団体による保存運動の結果、旧林殿邸は取り壊しを免れ、現在は町の文化財として公開されている。館内には、19世紀末から20世紀初頭にかけての港町の市民生活を伝える家具、日用品、写真資料が保存されている。男は文章を最後まで読んだ。取り壊し、保存運動、文化財、公開。どの言葉も自分の家に使われるには奇妙だった。だが、その奇妙さの奥にもっと大きな事実があった。館は壊されなかった。庭は失われなかった。家族の写真は捨てられなかった。クララの食卓椅子も、子供の木馬も、長女の楽譜も、今のロッキングチェアも、誰かに粗末に扱われたわけではなかった。見知らぬ人々が、この家を残そうとした。男は階段の手すりに手を置こうとした。触れられなかった。だが、手すりはそこにあった。男は階段を上りきり、再び2階の廊下へ出た。サングレスは、その廊下の奥に立っていた。窓の外には、駅が見えた。男はゆっくりと廊下を進んだ。サングレスは、今度も近づいてこなかった。ただ、廊下の奥で、男がそこへ来るのを待っていた。いや、待っていたというより、男がそこへ来ることを、最初から知っていたようだった。私は、男は言った。私は、死んでいたのか。サングレスは答えなかった。男は、もう答えを求めていなかった。彼は窓辺に立った。淡い緑色の窓枠が、外の景色を四角く区切っていた。そのガラスの向こうに、駅が見えた。斜面の緑、下の道、ホーム、線路、小さな駅舎、駅前の広場、坂の入り口、角のパン屋、青い窓枠の家、石段。いつもとは逆だった。男は、
何十年も駅から館を見上げていた。今、初めて館から駅を見下ろしている。駅は遠くなかった。本当に、歩けば10分ほどの距離だった。それなのに、彼はずっと帰れなかった。帰れなかったのではない。帰る必要は、もうなかったのだ。男は家族写真のある方を振り返った。妻の名、クララ。死没年、1951。長女の名、エリーゼ。死没年、1977。長男の名、ユリウス。死没年、1984。男は小さく息を吐くような仕草をした。ああ、そうか。その声は廊下に静かに落ちた。お前たちは私を待っていたんじゃなかったんだな。サングレスは何も言わなかった。男は続けた。穏やかに生きて、穏やかに死んで、もうこの世界を出て行った後だった。彼は少しだけ笑った。その顔にはさっきまで彼を追い立てていた焦りはなかった。それもずいぶん前に。廊下の窓から夕暮れが宵へ移る頃の弱い光が入っていた。男の街灯の輪郭がその光の中で少し薄くなった。私は彼は言った。遅れたのではなかったんだな。サングレスはようやく口を開いた。ええ。それだけだった。男はうなずいた。直後、エデュアルト・リンデンは妻の名を静かに呼ぼうとしたようにも見えた。あるいは子供たちの名を呼ぼうとしたのかもしれない。だが、声は音にはならなかった。なる必要もなかった。次の瞬間、廊下には誰もいなかった。ただ、古い館の2階窓に夕方の光が残っていた。第5章、夕げの後。サングレスはしばらく旧林田邸の窓辺に立っていた。駅のホームが見える。列車が1本、ゆっくりと入ってきた。乗客が降りる。誰かが帽子を押さえる。誰かがカバンを持ち直す。誰かが行き先を確かめるように立ち止まり、また人の流れに戻っていく。駅にエデュアルト・リンデンはいなかった。そのことに気づく者もいなかった。駅員も観光案内所の係員も帰宅途中の勤め人も制服姿の学生もホーム上から河川と緑の向こうに丘の上の館をふと目にする者たちも誰一人としてそこに何十年も帰宅し続けていた男がいたことを知らない。サングレスだけがそれを知っていた。ただ帰る場所があると思い込んでいる限り人間は死んだ後でも帰り続けることがあるのだとほんの少しだけ彼女は思った。そして目を細めた。それが悲しみから生まれた表情なのか、興味から生まれた表情なのか、あるいはもっと古い記憶へとつながっている表情なのか、誰にもわからなかった。閉館後の館は静かだった。食堂では、クララの席だったマゲキースがロープの向こうにあり、子供部屋の木馬は片耳をかいたまま置かれている。長女の楽譜はガラスの中にあり、妻の椅子は西の窓のそばで、もう誰も座らないまま静かに残っていた。サングレスは順路を逆にたどった。展望室から2階廊下へ、子供部屋から書斎へ、中央階段を木製欄干の上に指を滑らせながら降りる。居間にはピアノがあり、長女の楽譜を収めたガラスケースがあり、小さなついたてがあった。その中で、丸い絨毯の上のロッキングチェアが、ひときわ静かに見えた。今は、かつて家の者が揺らしていた気配だけをたたえて、そこに置かれていた。1階の食堂を過ぎ、使用人部屋を横切る。緑の羅車を張ったサーストン式のビリヤード台が据えられた娯楽室を過ぎる。重い天然石のスレート床を持つその台の下に、ユリウスがよく潜り込んでいたことを、説明札は伝えていない。その先の玄関ホールへ。誰もいない家の中を、見学者が入ってくるのとは逆の順番でサングレスは歩いた。玄関ホールの受付台には、明日の来館者を待つパンフレットが整えられていた。そこには、旧林田邸の写真が印刷されている。白い壁、赤茶色の屋根、2階の窓、庭の木々、かつて誰かの家だったもの。今は、誰かが訪れるために残されているもの。サングレスは、扉を開けた。外には、もう夕方ではなく、宵に入りかけた庭があった。西の空の低いところにだけ、夕日の名残が冷たく残っている。生垣の輪郭は暗く曖昧になり、
館の白い壁も、夜の闇に沈みかけていた。門へ向かう道の途中で、彼女は一度だけ振り返った。館の2階窓には、もう誰も立っていなかった。サングレスは庭を抜け、門を出た。駅の方から、列車の音が丘の上の館にも、わずかに上がってきた。丘の下の町には、夜の明かりが、つき始めていた。終章、男のいない駅。翌日の同じ時間帯の夕刻、列車はいつものように駅へ入ってきた。ホームには、帰宅する人々が降りた。学生が笑い、買い物帰りの女が紙袋を持ち直し、駅員が無表情に改札の方を見ていた。丘の上には、夕日の残光に照らされた館が見えていた。緑の斜面の上に、黒っぽい塔屋の屋根と、赤茶色の鎧戸を持つ2階の窓が見える。架線と鉄骨の支柱が、その姿をいくつかの断片に区切っていた。歩けば10分もかからないように見える。駅前の案内板には、昨日と同じ、いつもと同じ、文字があった。旧、林田亭。徒歩8分。公開時間、10時から17時。月曜休館。その前を、何人もの人が通り過ぎた。帽子を押さえ、カバンを持ち直し、6時14分の懐中時計を見て、急ぎ足で坂へ向かう男は、もうここには現れない。誰も、そのことを不思議に思わなかった。丘の上の館は、夕方の光の中で静かに立っていた。そこにはもう、急いで帰る者はいなかった。けれど、遠い夕げの明かりだけが、古い窓の奥に、まだ、残っているように見えた。